皆さん、こんにちは。日本語学習ポッドキャスト、日本語でいこうの花です。こんにちは、レオです。花さん、今日はちょっと疲れています。そうですか。何があったんですか？実は昨日、新宿駅で道に迷ってしまって、1時間くらい出口を探していました。新宿駅ですね。あそこは出口が多すぎて、日本人でも迷う、とても複雑な場所ですからね。本当に。今日はそんな世界一複雑と言われる日本の電車について話しましょう。いいですね。皆さんが日本に来た時に役立つ情報もたくさん話していきたいと思います。まず、日本の電車で一番びっくりしたのは、時間がとても正確なことです。正確。つまり、時間が1秒も遅れないで、時間通りに来ることですか？そうです。僕の国では5分や10分の遅れは当たり前です。でも日本は1分遅れただけで大変申し訳ございませんって謝るアナウンスが流れますよね。日本人は時間に厳しいですからね。でも、1分で謝るのは外国人から見ると不思議かもしれませんね。最初は、たった1分で謝るのと驚きました。今はそのおかげで遅刻しないので助かっていますけどね。でもレオさん、新宿駅で道に迷ったのはどうしてですか？路線図ですよ。スパゲッティみたいに線がいっぱいある電車の地図。ああ、あの地図は慣れるまで大変ですよね。しかも、快速とか特急とか電車の種類が多すぎます。ああ、それは留学生が一番混乱するポイントですね。昨日も急いでいたから特急に乗ったんです。そうしたら僕が降りたい駅を猛スピードで通り過ぎてしまいました。特急は大きい駅にしか止まりませんからね。止まって、止まってと心の中で思っていましたが、電車は止まりません。結局、全然知らない街まで行ってしまいました。そこで少し説明しましょう。各駅停車は全部の駅に止まります。でも、快速や急行は小さい駅には止まりません。いくつかの駅を通り過ぎて、次の大きい駅まで行ってしまうんです。通り過ぎる。つまり、止まらない駅があるということですね。皆さんも乗る前にホームにある掲示板をよく見て、自分の駅に止まるか確認してくださいね。あと、電車の中の静かさについても、レオさんは驚きませんでしたか？驚きました。あんなに人がたくさんいるのに、図書館みたいに静かですよね。日本では電車の中で電話で話すのはマナー違反。つまり、やってはいけないダメなことなんです。実は僕、一度うっかり電話に出ちゃったことがあるんです。どうなりました？母からの電話だったので、つい、お母さんって少し大きな声で言ったら、周りの人が全員僕を見たんです。それは恥ずかしい。まるで悪いことをした犯人になった気分でした。すぐに、ごめん、後でかける、と言って切りましたけど。日本の電車ではスマホは音が出ないマナーモードにして静かに過ごすのがルールですね。あともう一つ忘れられないのが、満員電車です。朝人がいっぱいでぎゅうぎゅうになる電車ですね。はい。駅員さんがお客さんを背中で中に押し込んでいるのを見て信じられないと思いました。押し屋さんですね。人が入れるように外から押す仕事です。僕もその中に入ったことがありますが、あまりに人が多くて自分の足が床から離れて空中に持ち上がってしまいました。足が地面につかないくらいぎゅうぎゅうだったんですね。はい、苦しかったです。日本の会社員や学生は毎日あれを我慢して頑張って電車に乗っているんですよ。本当に尊敬します。花さんは電車で失敗したことはありますか？ありますよ。私は寝過ごしをよくしてしまいます。寝過ごし、つまり寝てしまって降りる駅を通り過ぎることですね。そうです。疲れているとき、電車がゆらゆら動くのが気持ちよくて、つい寝てしまうんです。それでどうなったんですか？起きたら終点の駅、つまりその電車の最後の駅でした。
しかも、もう夜遅くて自分の家に帰る電車がありませんでした。どうしたんですか？タクシーで帰りました。すごく高いお金を払いましたよ。それは悲しいですね。ここで今日の便利な言葉を確認しましょう。はい。今の私の失敗でも使いました。てしまうです。寝てしまう、過ぎてしまう、忘れてしまう。そうです。うっかりやってしまったという失敗した時の悲しい気持ちが入っています。僕なら新宿駅で道に迷ってしまったですね。そうですね。あともう一つ。乗り換えという言葉も覚えましょう。電車を降りて別の色の電車に乗り移ることですね。はい。日本の電車は乗り換えがとても多いので、アプリを使って調べるのが一番です。アプリがなかったら僕は今でも新宿駅の地下にいたかもしれません。早く地上に出てきてくださいね。日本の電車は難しいけれど、IC カード1枚でどこまでも行けるのは本当に便利ですよね。スイカやパスもですね。あれがあると切符を買わなくていいからとっても便利ですよね。スイカやパスモを使ってコンビニでお買い物もできますしね。そういえば花さん、日本の駅の中には美味しいものがたくさんありますよね。ああ、駅中ですね。駅の中にあるお店のことです。食べ物屋さんや本屋さん、服屋さんまであって、駅というよりショッピングモールみたいでびっくりしました。確かに、特に大きな駅だと外に出なくても何でも買えてしまいます。僕は新幹線に乗る前に食べる駅弁が大好きです。駅弁は駅で売っている特別なお弁当のことですね。その場所の有名な食べ物が入っていて、旅行の楽しみの一つです。電車の中で景色を見ながら食べるお弁当は最高に美味しいですよ。あと、レオさん、駅のホームで流れるメロディーに気づきましたか？あ、電車が来るときやドアが閉まるときの音楽ですね。そうです。実はあのメロディー、駅によって全部違うんですよ。全部違うんですか？はい。有名なアニメの曲だったり、その街に関係のある曲だったり、それを聴き比べるのも日本の電車の面白い楽しみ方なんです。なるほど。今度は音楽もよく聞いてみますね。さて、今日は日本の電車についてたくさん話しました。最後に皆さんの国の電車はどうですか？私の国は電車じゃなくてバスがメインですとか、私の国の電車はよく遅れますとか、ぜひ YouTube のコメント欄で教えてください。もちろん電車での失敗談も待っていますよ。花さんと僕で皆さんのコメントを楽しみに読んでいます。どんな短い日本語でもいいので書いてみてくださいね。アウトプットが一番の勉強ですからね。それでは今日はここまで。次回の日本語でいこうもお楽しみに。バイバイ。またねー。